いつもサンピアン YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございまあす。りがとうございます。今日は皆さん何を意地悪なんだよ。まあアップライトなんですけど、ヤマハの音ってどんな音でした？キラキラ。こんにちは。河合はどうでした？落ち着いたトーンのこんにちは。こんにちはベースなんですね。なんて言ったらいいんだろうね。トンってなった時に歯がパッってなるとしたら、河合はトンって感じ。今日やりたいのは実は視聴者の皆さんも分かってるんですよ。なんで？もう画面の中に映ってるんですよ。今日はあ、加湿器変わった？違います。こっちが来ていい？どうぞ。嫌なんだけどでしょ。目隠し検証でございますそうヤマハじゃないのはどれだでやろうと思います。結構これまでヤマハって、ヤマハの音がするって分かりやすかったじゃないですか。何台か弾いてもらうんですけど、ヤマハじゃないやつを当ててください。でも分かりにくいヤマハがあるってこと今回。もうさ、私目隠し嫌なんだけど、本当に嫌なんだけど、マジで嫌だ本当に。まあいいよ、やるよ。サンピアン YouTube チャンネル。では早速ですが1台目のピアノです。1音目からヤマハ。でもね、私も一応には言えなくって、私が馴染みがあるさヤマハの音ってのがあるんだけど、この中でもいっぱい触ってきたじゃないですか。確かにやっぱヤマハっぽくないなみたいな音もあったからさ、それに関してはちょっともうちょっと分かんないけどさ、これ別に弾いた時なんか違和感が特にないからヤマハだろうな、ヤマハかなって感じはするけど、今日何台弾くわけ？3台。ヤマハが2台あって1台違うかもみたいなやつ。じゃあ次行きましょう。はい、では2台目。ヤマハだね早い。次行こう。悩む時間もいらない？次行こう。もう早く終わらそう本当に次行こう。次はい、では3台目。これちょっと違う気がする。なんかちょっとこれタイプで違う気がする。違う気がする。どこにいんの小山くん？こっち？違う逆よ。返事をしなさいよ違う感じがするんですね。何？違うと思います。なんで？これがヤマハもしかして？わかんない。そうね、1個目2個目、触ったのより、タッチのさ、タッチが違う。タッチの重さというか、あと音の鳴り方も違う気がするな。じゃあ、答え合わせするんですが、普通だったらここでボンなんですけど、ちょっと待ってもらってもいいですか？今日本当に何マジで？店長、じゃあ上前を外しましょう古い感じがするんだけど。古い感じね。古い感じがするんだけど、これもなんていうかノーデートって感じ。人んちの匂いしてやだ。事務所の匂いだ。ということで、3台のうちちょっと変だなと思った3台目。なんていうか、そうだね。すぐ分かんなかった。ヤマハ
こんにちは感が少なかったってことですか？そうだね。ちょっとじゃあ今上前板外していただいたので、はい、ではどうぞ。はあ、ヤマハって書いてある。あれでもカイザーって書いてある。ヤマハって書いてますけどカイザーって書いてますよね。あ、本当だ。だから何？店長これはどういうことでしょう？ヤマハが今でいう OEM のようなことをやっていたうちの、一つのブランドの名前。つまりヤマハ製です。ただこの外装だけがそのザ・ヤマハとはちょっと違う。でもともとこのカイザーっていうのは浜松の北の方にあった天竜楽器っていうところが、作ってたんですよ。でも経営が1953年に経営難のために銀行の管理下状態にあったんだけど、1953年に再建を引き受けた日本楽器が経営に入ったと。もう基本的にはカイザー作ってるんですけど、もうこういった中のものは全てヤマハ供給。あ、じゃあ全部パーツ？はい。響板とかも？全部ヤマハ。ただこの外装だけが少しデザインの違いだけなのか、そこはもう残したのかはわからないんですけど、純粋なヤマハと何が違うって言ったら外装ぐらい。だからヤマハです。ヤマハなのね。じゃあヤマハじゃないやつはどれだったんですか？これです。おい、マジで叫んでます。あ、じゃあ何？この前に弾いたのヤマハだったってことですか？そう。あ、じゃあちょっと違った。違いました。なんかでも鳴り方がちょっと違う感じがして、でもヤマハなんですね、これね。でも悔しいかな、ちょっと違う気がしましたね。3つあったうち確実に古いっていうのは分かったんだけど、これとこれとこれ違う。そうです。この3台でした。あ、これとこれとこれ。それ？でもこれよりこれの方が古い。あれ1年しか違わないと思う。これ多分ちょっと分かんないけど、多分この82って1900だと思う。でこれが一緒か1年古いか。だから特別これが古いってことはないってことですね。なんでだろう。これは X 上位モデル。これは新しい。ランク的に言ったらじゃあちょっと低いって感じですね。なので U3M と一緒。この弦も U3M と一緒の弦です。このマキセンこれ変えたんですよ。その例の M だったんで。本線の M なので。だってアクションもヤマハってことですよね、完全に。ヤマハって書いてますね。ヤマハアクションってことですもんね。鍵盤もヤマハ。でそれフレームもヤマハ。もうヤマハ。でもカイザーって入れただけ？そう。なんで違うの？なんで違うんでしょうね。で、ついでに言うと、この天竜楽器がこのヤマハの中身を使って作ったのが、あとエテルナとミキはそんなに関東にはないですね。その3台が基本的には、これオリジナルなので多分違うんですけど、エテルナ、カイザー、ミキはヤマハの部材を使って作ってる。一応ヤマハの子会社みたいな状態で。でもちなみにどうなんですか？その違う意味で嫌な違いなのか。ちょっと古い感じがしました、これは。ピアノの持ってる特色なのか、そもそもこの経年のなんていうんですか、そういうピアノの状態の話なのかよくわかんないんですけど、でもピアノっぽい。その前に吹いた2つが、ザ・ヤマハっていう感じがしたとして、体の中でこうヤマハだってのがこう出てきたんですけど、これはなんかよくわかんなかったですかね。響きが古っぽいのかな。古っぽい僕もなんか古いヤマハの U3H とかに似てるよなと思ったら、YUX も同じ年式って言われるとほぼ、これはどれこれこれ U1M 当時の1型ってことですね。同じ年代。ヤマハですわ、これ。ヤマハですわ。サイズからなのかな。ヤマハだな。なんでだろう。確かに2個目に弾いたやつはすぐ分かったの。
1個目は私基準のヤマハのこんにちはっていうセンサーがあるとしたら、2台目はすぐここにポンってきたんですよ、で1台目はそれがちょっと足りなくって、おってきたけど、まあでもヤマハかなって思うラインには行ったんですよ。で、その1、2を経て、これがなんかなんだこれってなったんですよ。なんで勝手に目隠し検証されて、別に間違ってはないけど、なんか微妙な空気に私がしたみたいになってるのかもまず分かんないから謝ってほしい。大差なのかな。これに例えばボストン、ペトロフとかだったら絶対ヤマハって答えたとは思う。あ、企画が悪かったか。そうだよ、反省いじめをしてください。すいませんでした。全面的に負けを認めます。いいだろう。まあこれに関しては少しヤマハっぽさが薄いかもしれないんですけど、まあ見ていただいた通り、部品は全てヤマハなんですね。当時の価格を調べたら、この時が U3M だったんですね。同じ値段が全く一緒なんです。でこれはなぜか河合で売ってたんですよ、東京の。どんどん話がややこしくなるぞ。ヤマハで作って河合で売ってた。なんでヤマハで作って河合でカイザーを売ってたっていうことですよね。そうです。でも河合はヤマハで作ってるってことを知ってて売ってるんですか？それだって見ればわかりますもんね。これで気づかない人がいたらちょっとどうかしてます。ヤマハって大々的に書いてなければまあ売っていいかっていうことなんですか？不思議ですね。1956年4月には河合楽器東京向けのカイザーピアノの製造開始。なんか謎が多くなっちゃって。なんでか分かりませんが、まあそういう時代があった。ただこの中古市場になってくるとヤマハ河合ではないので、その他メーカーの一つになっちゃうんですよね。ああ、なるほど。そうすると買い取り金額っていうのはもうこれが、ね、U3M ですよっていくら言おうが書いてあるのがカイザーって書いてあるので、もう市場としての価値が落っちゃうんですよね、今の中古市場になると。なのでヤマハって書いてあるものを気にしないければ、カイザーっていうのは、中ヤマハなのに値段が安い。ただ仕様としては悪くないんですよ。これ、U3M はこれブルーピンだったので、でもこれニッケルベッキーなので、YUX もニッケルベッキー、なんでどっちかというといい仕様になってるんですよね。こだわらない人にとってはそのメーカー名にで後に売らないって考えちゃうと、それはヤマハの方がただ買う時高いけど売る時も高い。ちょっとこうまあ日本ピアノ史に残る不思議なところなのかといえば、やっぱりヤマハは圧倒的な大会社で製造台数が多かったので、ヤマハだけ一人勝ちしちゃうっていうのは、多分ヤマハとしても本意ではなかったんじゃないですかね。やっぱり業界全体として盛り上がってもらわないとやっぱ困るっていうところもあったでしょうから、まあそれはね、自社のブランドが売れることはいいことだと思うんですけど、なのでそういう楽器製造組合みたいな楽器製造協会みたいなのの中で、まあみんなでちょっとやりましょうみたいなところで、多分ヤマハが小さいところに手を貸したというか、っていう部分もあると思うので、まあこれはね、買収した関係で売り先がまあちょっと違うのでそのまま残したのかな。やっぱり詳しくはわからない。サブチャンで盆線を直した YX を聴いてもらいましたけど、同じ曲ですね。Mr.Children の365日。音色のこう比較でちょっとまあ聴き比べてもらえたらなと思って同じ曲でやってもらいます。じゃあお願いします。
なんて言うんだろう、いやこれがたまたまそういう個体なのかわかんないんですけど、だって中身どうせヤマハなんですよ。どうせって言っちゃいけないんですけど中身はなんか間違いなく正真正銘のヤマハなんでしょ、はい、だから私の言ってることがその的外れかもしれないんですけど、でもこの私が今日目隠しさせられて弾いた3台だったら、ザ・ヤマハサウンドっていうのはちょっと弾いただけで華やかな音がパッと出ちゃうから、もう少し抑えたいなって思っても自分がこうしたいっていうのがもう出ちゃう、抑えられないから、もう音色的にちょっと諦める部分はあるんだけど、でもこれはちょっと抑え気味になってて、出したいと思う時に出せる、自分の意思で出せるっていうのが、私は好きな演奏ができるなっていう感じでした。カイザーだからなのかたまたまなのか、また電話が鳴ってしまったんですがなぜなのでしょうなんか思い出してみると、いわゆる U3H とか U3M っていう定番モデル、これが U3M なんですよっていうのはもちろんやらなかったし、いわゆる X じゃない3型のトーンエスケープもついてないじゃないですか、これ。飛び抜けた特徴はないかもしれないけど、よく目にするヤマハのピアノ、これはカイザーですけど、それをあんまり触ってこなかったので、うちのチャンネルとしてではなかったんで、もしかしたらそれ弾いてもらえると、もしかしたらこれを思い出すかもしれないですね。そうですね、まだヤマハの真髄を理解してないかもしれない。というわけで今日はこちらのカイザーというピアノをご紹介しました。目隠し検証はちょっと大こけしてしまったんですがたまにこういうこともあるよねって感じですいませんでした。非常に複雑な歴史、ピアノ業界もね、知らないメーカーもたくさんメーカーとかブランド名とかもね、世の中にいっぱいありますんで、カイザーに関しては一応中身ほぼヤマハ、ほぼとかヤマハなのでちょっともし見かけた時は弾いてみていただいて、自分が持ってるヤマハのイメージとどれぐらい似てるのかなっていう、もちろん個体差とかもあるかもしれないですし、で凡線になってるの直せないかもしれないですよね。カイザーだからいいだろうっていう感じで、そうですね、そういうのはあるかもしれないです。それで安くね売る可能性ももちろんある。うちの場合凡線直しましたけど、ちょっと面白いブランドというかなんで、ぜひちょっと皆さん試してみてもらえたらなと思います。最後にこちらお値段おいくらでしょうか32万8000円、税別32万8000円ということで、長野店でこちら、展示中ですので、予算を抑えたい、でも3型がいい、できれば山がいいっていう方にはおすすめでございます。はい、ということですいませんでした今日ははい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。